こんにちは、村田和です。今回の主役はこのチャンネルの編集者であり、事務員兼女大工のよっちゃんです。そして村田和がナレーションと撮影を担当します。片手でやるから。いきなりや。今回の工事はかなり難易度の高い玄関廊下のフローリング全面突き付け張りに挑戦します。女大工の苦悩とリフォーム現場のリアルを大工の目線で DIYer さんや見習い大工さん向けに解説します。動画内では少し厳しい言葉もあるかもしれませんが、最後までお付き合いください。今日はよっちゃん、半分こずつして貼ろうか。半分こってどういう意味？真ん中から貼り分ける。ちょうどここから、だいたい半分だから、難易度的にはどっちか。俺かまち側やるね。はい。ここをさ、本当でしないで、よっちゃん向こう向いて綺麗にさ、つけて貼っていって。で、僕こっちひっくり返して、向こう向いて貼っていくから、で、最後、今回はリフォームかまちを後からはめるパターンでいこうか。最後にね。で水平方向で気をつけて、最後ピタッと合わせるイメージ。はい。半分ずつやっていけばスムーズに終わるかな。問題はこっちだよね。三尺角めくります。床がブカブカしている箇所を部分的に剥がします。根太の位置を確認。今回は長手方向に配置されています。ここの幅をさ、ちょっとでも見た目良くするために、ちょっと一部だけ向こうにずらしていくわ。じゃあ。で、あと目地もね、ずれた方がいいからね。ここで作るのちょっとこっちで作るみたいな。お茶代で5000円くれました。半分やってくれたら嬉しいわ。それではまず床の張り始めです。最初に捨て墨を打ち、それを基準に床を張っていきます。この基準線が全てを決めます。斜めになると張り終わりも全て斜めになってしまいます。よっちゃんがこの最初の一列を早く終わらせてくれないと、僕も続きの床を張ることができません。床の張り始めの寸法の取り方にはいろいろな方法がありますが、今回はシンプルに差し金を使って幅を測ります。壁がまっすぐではないので、だいたい1尺ずつ測ったようです。こちらがよっちゃんが測った床の1列目の寸法です。こちらは今回貼る床材。いわゆる複合フローリングで、中は合板、表面には無垢の付き板やシートが貼られています。今回はシートタイプの床材を使用します。丸ノコの刃を少し斜めに勾配をつけて切ります。床が水平でない場合、直角に切るとぴったり収まらないからです。カッターでガイドラインを入れます。切り口が悪いと表面のシートや付き板が剥がれてしまうことがあるからです。これまで手元作業をしていたよっちゃんですが、今回は急に貼り始めの作業を任されたため、少し戸惑っているようです。そしてよっちゃんがいきなりやらかしました。どう間違えたらもう。なんで？あれ？ここで切っちゃった。ここのあれで全部ずれてきちゃった。なんでなの？今からこう切るためにちょっとここ合うかなと思って持って。ただ間違えてうちの墨で切っちゃったってこと？ああ。こっちはもうバッチシあったけど、切る場所間違えた。それさ、うちのいくつや？向こう持って行ってや。それ使いな。帰るやろ。あれ入らんな。ああ。まあまあまあ。
えた。どうですか、その一発目間違えたそのお気持ちってどうですか？スタートでつまずいて。どんな気分ですか？いや、ちょっと気を引き締め直したので、あ、気合が入ったね。むしろむしろもう急がなきゃ。いいじゃん、ポジティブで。僕の経験では、朝一番でミスをすると、その日一日うまくいかないことが多いと感じます。集塵機に丸ノコをつないで、ブカブカだった既存の床を撤去します。この時の丸ノコの刃の切り込み深さは、だいたい13ミリ程度がベストです。昔はこのようにネタにボンドをつけて、直張り施工が一般的でした。そのため、剥がした後にボンドが残り、スクレーパーやノミで取り除く必要があります。よし。何あれ？謎の補強があります。なんだろ多分大工さんが手掛けた仕事ではないと思いますが、いろいろと突っ込みたくなります。不思議やな。あんな下場でスクリューって繋いどんのかね。なんだろうねこれ。あんま言ったらあかんか。あ、でかっ。先ほど剥がした部分に貼る合板をカットします。貼り始めやってくれるからすごい楽。通常このような場合は三尺角で1枚の合板を貼りますが、今回はサブロクの合板を忘れてしまいました。よいしょ。そのため、たまたまトラックに積んでいた合板を継ぎ足して使用しました。まあ、これはあくまでブカブカを直すための部分的な下地補修なので、大きな問題はないと考えています。ただし、あまりぴったり貼ると床鳴りする可能性があります。またこの上に床を貼る際には、ジョイント部分にボンドをつけることを忘れないようにしなければなりません。これをやりたかったんだ。さてよっちゃんがようやく床の張り始めを切る作業に取り掛かります。彼女は丸ノコを使うことができますが、それ以外の手道具の使い方は教えていません。そもそも彼女は大工さんではありませんからね。リフォーム業界10年の経験で見よう見まねで作業しています。気になったらのみでコーンとさらえたんの。はい。今回は一切手助けなしで全て自分でやってもらいます。作業スピードは速くはありませんが、よっちゃんの性格は仕事に現れていますね。女性ならではの繊細な作業なのかもしれません。こちらが実際の作業スピードです。とても慎重になっています。ですが、仕事は慎重になりすぎると意外とうまくいかないものです。時には思い切りが必要なんですよね。炭を切りすぎてしまうのが怖くて、慎重に慎重に切っているので、炭を直視する時間が長くなりすぎて、集中力が切れる。その結果、ミスをしてしまうこともあります。
かわいそうですが、心配してる時間はありません。そうそう、今まだしない。まばたきしない。ここが簡単だ。ここで決まる。まだかけないか。逃げすぎや。めっちゃ逃げてる。逃げすぎ逃げすぎ。ビビった方がいい。一度まぶたの裏に入ったゴミは取りにくく、引っかかってしまうこともあります。その場合、眼科で取ってもらうのですが、それまでの間は耐え難い苦痛を伴います。こういった場合、大工さんはみんな判明で作業を行います。飛んでくる木くずの方向を感覚的に把握しているのです。とはいえ、どれだけ注意していても木片が目に入るときは入りますけどね。最近では SNS などで活躍している現場で働く女性職人さんが増えています。その姿から学ぶことが多いらしく、YouTube を始めてからよっちゃんは弱音を吐かなくなりました。本音はわかりませんけどね。大工仕事は自分との戦いです。他人と比較することも必要ですが、何より大切なのは自分自身に負けないことですね。気持ちを切り替えます。1列目の床を張り始めます。大丈夫？これ決めていいの？見てる2枚目はさ、気持ち逃げ気味に打つと、後で叩くのは簡単なんだけど、ガンガンに寄せすぎると偉いよ。1列目の板を押し込みすぎると後から戻すのが大変です。そして2列目を張る際は1列目がさらに奥に入り込んでしまうこともあるため、墨をまたがないように控えめに位置決めするのがポイントです。2列目を張った後、1列目の通りを再度確認して本決めします。1列目と2列目はセットで仕上げるイメージです。頑張れ。短辺を釘止めするのがマニュアルですが、リフォームの場合は無理に打つ必要はありません。無駄に釘を打つとかえって床なりの原因になることがあります。リフォームと新築では条件が異なります。リフォームでは新築のような厚い捨て張りはありません。マニュアルはみんなが同じ品質を維持するためのルールであり、不具合があった場合の建材メーカーやハウスメーカーの責任回避策でもあります。職人ごとに作業の癖は異なるため、自分の経験や感覚を信じて作業することも時には大切です。なんとか張り始めの基準となる床を張り終えることができました。次はメンタ側から始まる3枚を逆方向に貼っていきます。釘止めするのはたった2列だけなので、そのまま方向を変えずに貼っていきます。このメス種の部分にはフロアタッカーで打つことができないため、溝の部分にキリで下穴を開け、フロア専用のスクリュー釘で固定していきます。短いキリを使ったため、下穴が浅くなり、釘の打ち込みに苦労しているようです。狭い隙間では
弦のを使えないため、釘締めを使って釘をしっかり沈めていきます。エアー工具のフィニッシュ釘を使う方法もありますが、スクリュー釘の方がしっかり固定できるため、今回はこの方法を選びました。はい、これはですね、メンタ同士、サネのメス同士に合わせる棒です。ちょっと削って差し込んでいきます。先ほどよっちゃんが貼ったメンタ側の床材に差し込むためのネジ棒を作ります。このように溝に差し込むことで、メスザネがオスザネに変わります。よっちゃんが作業を進めている間、僕は少しずつ階段周りの床の準備を進めていました。床は指先で入るぐらいの硬さがちょうど良いです。叩いて無理に入れると、後々床鳴りが発生するリスクがあります。最初はつまずいていましたが、だんだんとよっちゃんも慣れてきたようです。ここは意外と3方向の突きつけなので、逃げが効かず簡単そうに見えて結構難しいです。ああ、ちょうどいいね。うん。よっちゃん、これぐらいが本当に一番いいと思うよ。あ、ちょっとこれウレタンボンド入れとこうかね。ここね。あ、ボンドつけた？ボンドつけた。ちゃんと根頼みに打たなあかんねさ。覚えとかなあかんね、本当は。なんとなくね。いや、なんとなくじゃダメ。左からいくつって見て。8分と1分。尺8水だ。尺8水。ちゃんとグッと押さなあかんね。浮きそうやな。何でかわかる？片手でやるからね。うん。そんな尺8寸に墨ちょんちょんとすればよかっただけど。うん。辛い位置にしてみる？弦のは飛び出とるのがあるからね。うん。じゃあ針じまいはさ、左足で体重乗せてやらんと、そんな左で集中して右手だけでやったらあかんねん。せめて足の線とさ。うん、浮いとるよこれ。よし。難しかったね。ここだけ最後ちょっと削ったんだわ。怖かったよね。どうしても入らなくて、そこは。いや、こんなんで言われたら大工さん困るぞ。十分やね。それが困る。うまいね。よちゃん。なんとか。うん。こんだけすいてもいいんやね、別に。これ、0.5 から1ミリ弱あるけど。最後の一列です。
ちらも両側突きつけで難しい部分ではありますが、よっちゃんと比べてやりやすく進み具合が全然違いますね。床をタッカーで2度打ちしていますが、最近の合板は昔に比べて柔らかく、さらに最近のタッカーは股幅が狭くてめり込みやすいため、この現場では根田に2度打ちしています。かまちの作業に取り掛かります。通常かまちは先に取り付けますが、その場合仕上がった床の上を行き来する必要があります。今回のように外に作業場を設けたリフォーム現場では奥から作業を進め、最後にかまちを取り付ける方が理にかなっているような気がします。丸ノコのベースが少し浮いているのは意図的なものです。収まりを良くするために切り口に少し角度をつけてカットしています。後付けかまちの幅を切る際も少しだけ刃を内側に倒してカットすることで仕上がりが美しくなります。床とかまちには少しだけ段差をつけます。今回はマスキングテープを使い、約 0.5mm 程度の段差に調整しました。この時はボンドの塗り代を残すために 15mm ぐらい離れたところに貼る方が良いかもしれませんね。勢い余ってボンドがはみ出してしまいました。施工手順を少し間違えてしまいました。最近では厚み 6mm の床材も増えていますが、リフォームかまちは 12mm と 6mm 兼用仕様となっています。そのため対応できる調整材が用意されていますが、かまちは曲がっていることが多く、現場での加工が必要となります。小口の強度は増した気はするのですが、工程が増えて大変です。できれば 12mm 専用のリフォームかまちを復活してほしいですね。なんとか僕が担当する作業部分は無事に完了しました。残すは最後の一列です。果たしてうまく仕上げることができるでしょうか。一発勝負です。いけるかな。はい、持ってるよ。こっち倒れないように持ってるから。一度に床材をはめようとすると、どこかが噛み合わず硬くなってしまいます。床を叩いて一気に押し込む方法もありますが、ここでは均等にギリギリまで寄せるのがコツです。
最後に根太の位置をしっかり確認しながらフィニッシュネイルで床材を固定していきます。玄関廊下のフローリング工事が完成しました。僕が貼った床です。ところどころ隙間はあります。こちらはよっちゃんが貼ってくれた床です。綺麗に仕上がっています。プロの大工さんから見ても、この仕上がりを評価するなら、努力を加味して100点と言えるのではないでしょうか。頑張ればできることを証明してくれましたね。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。